にちは。今回はバンドリアベムジカ第1話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。今期の派遣アニメ決定したわ。100誰100誰や。そよ、心にクリティカルダメージ。割とガールズバンドくらい意識してたのか。ああ、もうこれリアルバンドも仮面外す流れか。これ第1話で一番面白いところをやってしまったのでは。後半のイベントだよな。2話と3話もすげえよ。誰が死ぬんだい。1話目で素顔解禁かよ。1話からコンセプトぶっ壊すとか大丈夫かこれ。ただまあ実力で武道館まで行けたならそこで正体を明かすのは効果も高いしいいてよね。1話からすげえ引きだな。これはギスギスが加速する。でもこれ多分ニャムチは演出の大人には話し通してたやろな。でそっちの方が美味しいと思われた。それ他のメンバーには内緒にしているとか崩壊するだろう。ニャムチ楽屋で腹パンされそう。初回からヘビーに飛ばしてんな。1話が一番面白いのは勘弁な。劇場で見た時展開早くてビビったんだよな。確かに直近のライブでマスク取ったとは聞いてたけど、まあ素顔バラすなら早い方がいいよね。アドなんてもう無理なんじゃないか。アドってバレてるっしょ。前作より開幕が重たいな。ただのオールスターバンドに中盤までダラダラやんのかと思ったから、俺は好感持てる展開だわ。このライブに来てた客は一生自慢できそう。脚本ユニコか。またあいつか。っていうかマネージャー的なバンドの管理者はいないのか。顔バレしたら先ほどけ無名の人だってバレちゃった。ソヨが全然気づいてなかったのが意外だったな。だよな、お前の先声の愛はその程度だったのかと。もうある程度ライブ回数も重ねた上でのこれなら悪くはなさそうね。これ武道館ライブだしな。ギスギスというかあれか、正体不明のこいつは誰やねんからおうちのこととか大々的に言われちゃう展開か。1話から脱ぐなんて思いもしとらんよ。いやー、ベムジカも盛り上がりそうですな。で、親父はどんな詐欺に引っかかって160億も損失出したんだ。地面師にでも引っかかったか。てかなんだかんだアノンのライブに付き合ってくれるのやっぱソヨリンよ。クソ親父ってガチで病んじゃったパターンか。嫁が死んで仕事で失敗して追い出されたらこうもなる。まあ無理心中しようとしないだけ偉いレベル。これ新規にはきついな。迷子見てる前提だわ。当たり前だろ。迷子の2期みたいなもんやね。でも迷子見てない新規の感想見てみたい。ソヨリンの心情いかばかりか。いやソヨリン知らなかったの。初回からヘビーかつフルスロットルすぎやしませんかね。これすごいのはいきなり素顔見せて無理やりにでも素の自分と向き合わざるを得なくする点だわ。逃げ場なくすというか。建前いきなりクラスメートがメジャーデビューしていたけん。マスクしてたくらいで知り合いでも気づかないんだから。ムジカ編は魔法少女系に違いない。思ったより仮面外すの早かったな。迷子の面々は相変わらずで安心した。アノンちゃんは地ミーハーで安心した。この前のアベムジカのライブ、この先行放送からの顔出しでオープニング曲ライブだろ。そりゃ盛り上がるわな。コースライブはこの後キャストが素顔を見せてキルキス歌った。これがまだ序の口、1話目というから恐れ入る。いきなり素顔を晒すのは読めなかったな。面白い展開。隠された素顔を剥がしていく隠喩なんだろうね。展開的に 2,3 話ぐらい行ってから正体と思ってたが、この展開だと迷子とドロドロ展開かな。武道館ライブという一番の注目される場面で撮らせるのは配信者らしいね。去年のライブ内であった先行上映ではこのラストが流れた直後に初のマスク外した状態でのライブパフォーマンスがあって超盛り上がりましたわ。さあ目覚めの時が来た。そして仮面舞踏会が始まる。その全てが不穏でかっこよかった。それは幸福か破滅か。そんな彼女の秘密と真実の物語がそこにある。だから決別するしかなかった。私も共犯者になりました。
ムジカフォースの先行上映会で食らってから2回目だけど、ほぼほぼあの時というかそれ以上のテンション感で見れるわ。ムジカ1はマジでやばい。新プロジェクトとして発表されてから約2年弱、守り続けてきた世界観に10分そこらで全部ぶち壊しちまうんだもん。サキコがなんでクライシックを抜けたのかの答え合わせでもある回でしたが、中学生で母親の死、父親が壊れる、生活が一変すると語えられねえよ。ともりたちに話していたら状況変わらなくてもクライシックは少しは違ってたよな。見てて辛かったわ。迷子の第3話でサキコがスマホ見て驚いてた理由が分かったり、あえて嫌われ役を演じてるとは思ってたけど、そういう事情だったのね。雨の中のシーンは特に辛かった。いきなり辛い展開だけど次回も楽しみ。なるほど、仮面バンドの暴かれた素顔をどうするのかという主軸なんですね。成長物語ではなく別の角度からバンドグループを掘り下げていくのか。面白い。原作履修必須のようなので頑張ります。仮面アーティストという個性は失ったけど、正直あのマスクを見た時からモーティスとティモリスだけでもその通気性の悪くて中の人の負担が重そうなマスクを外してあげてくれと思ってたから、早期に仮面外す路線になって安心した。マジで戸川咲子、高岡のんのためにオーダーメイドされたキャラだろってくらい、気品も言葉遣いも立ち振る舞いも全てがこれ以上としてナチュラルすぎる。戸川咲子は戸川家から追放された父親についていくという行動と、アモーリスのせいでメンバーが仮面を外されていく中、アモーリスに外されるのではなく自分で仮面を外すというのが、自分の自由意志で地獄に飛び込んでいくという点でエレンポイント高い。キルキスのライブシーンよかった。ウイカちゃん本当にサキコちゃんと入れて嬉しいんだね。親目線になるけどサキコちゃん良い娘すぎる。クライシック解散はそういうことだったのかとやっとわかった。大事にしてたしそりゃ大泣きするよな。おいにゃむち、せっかくの舞台が。のっけから偽装もな展開は予想通りだったけど、迷子メンバーの日常みたいなやりとりが見られるとは思ってなかったのでちょっと嬉しい。ラストの波乱も上々で次回も楽しみです。迷子では謎だったサキコがクライシックをやめた理由、それはあまりに残酷で裕福かつ幸せな家族が崩壊する様がかわいそうすぎました。果てはまさかのニャムチによる裏切りというとことんサキコに厳しい脚本に、続きが気になって仕方ない。一期の補完と答え合わせ、バンドの躍進の裏にある深い絶望、思い通りにならないバンドメンバーだからこそ予想のつかない展開、1話からあまりにも面白い、フルスロットルすぎる。最後まで見てくれてありがとうなのだ。なので高評価が欲しいのだ。感想コメントも欲しいのだ。チャンネル登録してくれると嬉しいのだ。お願いするのだ。